こんばんは。はるけです。今回はプレミア TOTS ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイソン選手、そして SBC 目標できている選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、プレミア TOTS ティアリストになってます。プレミアリーグでチームオブザシーズンに選ばれた選手たちになりますね。まずは D です。D はですね、ワトキンス、そして TOTS 特別賞ですね、エスティピニャン、この2名を入れました。まずワトキンスですね。ワトキンスに関してはですね、まあ正直 C に上げてもいいかなっていう風な感じでしたけど、ただやっぱりプレミア TOTS という風な選手たちの中ではどうしても物足りない、そんな選手になってしまいますね。特に冷静さ、ST 選手として84っていうのは現環境、低いと言ってもいいと思います。もちろん決定力とか、スピードとかフィジカルも強かったりしてでかくて速いっていう風な選手になるんですけど、特段この人じゃなくてもいいかなっていう風な選手ですね。またドリブルもむっちゃ軽いっていうわけではないですし、プレイサルプラスに関しても容赦なしのプラスはいいと思うんですけど、あとパーシュート使う人とかいいんですけど、もうちょっとみんなが使えるプレイサルプラスはあったのかなというふうには思います。また44っていうのも少し、厳しいかなというふうなところで D に、しました。そして続いてはエステピニャンですね。特別賞の選手になります。まずこの人も冷静さが低い、っていうようなところでね、どうしても変わりはいるかな。わざわざこの人じゃなくてもいいかなっていう風には思います。もちろんクロスのプラスがね、ついているっていうのは素晴らしいと思います。クロスゲーとか、サイドバックでクロスを上げたい方にとっては使えるキャラクターになるんですけど、正直それしかないっていう風な感じですかね。特に守備においても、インターセプトがプラスじゃなかったりとか、ブルーザもプラスの方が良かったですし、予測もね、ついておいてほしかったなっていうのは思いますので、これだったらそれこそロビンソンとか、ライブの TO 訂正来た、そっちの LB 選手の方が、いいかなっていうふうには思いますね。おそらくケインもね、かなり組みにくいので、そこまで相手に見ることはないかなっていうふうに思いますね。そして続いては C ですね。C はですね、目標できました TOTS ドウグラス・ルイスですね。目標の選手としては、まだいいかなっていうふうには思いますね。インターセプトのプラスだったりとか、あとはパス面もうまいので、なかなかそこはいいところだと思います。またペースも89あるっていうのは、いいんじゃないかなと思います。逆足4っていうのもいいです。ただ、そうですね、175センチなんだけれども、敏捷性バランスちょっと低めで、フィジカルもそこまで強くなくっていう風な選手になるので、それこそエッシェンかな、エッシェンの介護官的な選手にはなるかと、思いますね。なので、多くの方のスカットにスタメンとして入るっていうよりかは、やっぱり素材として、取るっていうことをお勧めしますね。そして続いては B ですね。B はですね、TOTS、アリソン、そしてガブリエル、そしてベン・ホワイト、マクアリスター、この4名になります。まずはキーパー、アリソンですね。キーパーはちょっとなかなか評価がしづらい。本当に人によって、また試合によって、変わってしまうポジションになります。で、アリソンに関してね、Y を超えなかったですね。S の方が能力低いっていう風なことなので、Y でいいと思います。で、Y で普通に強かった自分自身はアリソンは好きなキーパーになりますので、この S の強さはね、十分あるんじゃないかなと思います。そして続いてはガブリエルですね。ガブリエルに関してはですね、もっと化けて欲しかったっていうのが率直な意見ですね。ペースもね、84物足りないかな、もうちょっと欲しいかな、87ぐらいは欲しかったなっていうのは思います。で、また逆足3という風なところもちょっと気にはなるところですね。ただリアクション、冷静さ、積極性すごく高くなってますし、ブルーザーのプラス、あとはエアリアルのプラス、ここは非常に素晴らしいのかなという風に思います。また予測なんかもね、白でついてますし、ブロック、インターセプトなんかもありますので、本当に地上戦、空中戦、普通に強いっていう風な選手になりますね。
個人的には十分スタメンに入っててもおかしくはない選手だと思います。そして続いてはベン・ホワイトですね。ホワイトもね、普通にいいんですよ。普通にいいけど、値段かなり安いですね。10万ちょっとぐらいなんで、この S のインフレ具合をね、感じますね。サイドバックとしてかなりパスがうまいです。めちゃくちゃパスがうまいですし、クロスもね、クロスの数値は低いけれども、プラスがついてるっていう風な、選手になりますね。またインターセプトだったりとか、あとはブルーザーとかブロックとかジョッキーとか、予測こそついてないですけれども、守備もね、ちゃんとできるという風な選手になりますね。十分攻守において、ビルドアップですけれども、ビルドアップも守備に関してもしっかりやれるという風な選手になりますんで、万能なサイドバックっていう風な選手になります。結構おすすめですかね。ビルドアップ能力もね、サイドバックに求めてるって方はおすすめになります。そして続いてはマクアリスターですね。マクアリスターも正直もっと化けて欲しかったかなっていう風な選手になりますね。個人的にはプレイサルプラスが、ちょっと微妙なので、C でもいいかなって思ったぐらいの選手にはなります。ただ使用感はね、普通にいいんですよ。ショーダウンの時もそうですけど、軽いし、あと普通に速さっていうのもちょっとあったりしますし、S のね、マクアリスター来たっていうことで、シュート能力とか、より高くなってますし、レーサーも92まで上がってるんで、ちゃんとシュートも決めきることができるという、そんな中盤になってます。で、また守備能力もね、高くはなってますので、本当に守備戦ってわけではない、その守備で貢献できるっていうほどではないですけれども、攻撃的な、中盤としてバランス取りながら使えるっていうのはいいのかなというふうには思いますね。本当プレイサルプラスがもうちょっと違うのだったら、個人的には良かったかなと思います。そして続いては A ですね。A はですね、TOTS 特別賞、エンクンク、そしてガルナチョ、そして SBC で来ました TOTS フリアン・アルバレスですね。この3名になってます。まずはエンクンクですね、特別賞で、なぜか来たと言ってもいいと思います。あんまり S に選ばれるほどの選手ではなかったかな、今シーズンはっていうふうには思いますね。ただ 3CM の一角だったりとか、普通に ST とか、しっかり任せれる選手になりますし、この人もね、50万以内ぐらい多分買えると思うんですけど、結構安いですよね。なかなかこの人も使用感は良くって、軽いかつスピードも普通にある。プラステクニカルのプラスがついてますので、全然運んでいけるっていう風な選手になりますね。あとは逆足も4に変わってるっていうのもいいところかなと思いますし、冷静さはもうちょっと欲しかった、90以上は欲しかった選手にはなりますけれども、攻守万能なアタッカーという風なことでおすすめですね。そして続いてはガルナチョですね。こちらも特別賞で、登場したんですけれども、思った以上に安かったですね。インフレ具合なのか、フューチャースト時とは違ってかなり安い選手になってますね。60万、70万ぐらいで、買える選手になりますね。ドリブラーですね。ドリブラーでかなり使用感はいい選手になります。あとはね、今週のプラスなんかもついてますし、カーブ値もね、カンスト近くかな。行ってますし、ロングシュートに関しても85あるので、決めきる力があるという風な選手ですね。またクイックステップのプラスもついてますので、そうですね、なかなかありかな。あとはやっぱりフィジカルの部分が結構弱い選手にはなってしまうので、それだけは注意っていう風な感じですね。そして続いてはアルバレスですね。SBC で来ましたフリアン・アルバレスになります。アルバレスもね、正直悪くはないです。さすが S のカードっていう風な選手で、特に決定力なんかは高いですね。逆足5にもなりましたし、安定して決めれるっていう力を持ってます。またスピードに関しても速い選手にはなりますし、トラップのプラスとの相性がね、この人はいいのかなという風には思います。ただ、パワーシュートのプラス、あとはチップシュート、ループシュートプラスの、ここのプレイスルプラス2つはね、自分はパワーシュート使わないのであまり。なので、そこまでいらないかなっていう風なところですね。あとはスキル5もね、欲しかったですし、スキル5と、あとはプレイサルプラス、パワーシュートと、チップシュート、ループシュートの、あれが変わってれば、またかなり大きく評価は違ったかなと思います。
そして続いては S ですね。S はですね、非常に多くの選手を入れてます。さすがプレミアという風な感じですね。TOTS、ロドリ、ライス、サラ、サカ、ソン・フンミン、パーマー、フォーデン、そしてサリバ、そして TOTS 特別賞ですね。デブライネ、ルイス・ディアス、そして TOTS、ハーランド、ファンダイクと、これらの選手を入れてます。まずはロドリですね。最強のボランチ選手の一人だと思います。Y と OVR かなは多分変わってるか。プラス1かな。Y からプラス1をされて、ますね。で、逆足が5になっているという風な選手で、ここは非常に素晴らしいですね。パスもうまいですし、はたく力ではもちろんありながら、守備でしっかり取り切ることができると。で、またペースもね、89まで上がってはいますので、本当なかなかありな選手になりますね。で、いざとなればシュートも打てるっていう風な選手になるので、結構ありかな。それこそワンアンカーとか2ボランチの一角を任せる上でこれ以上ないっていう風な選手になりますので、普通に強い選手になってますね。当たり前に当たりカードだと思います。そして続いてはライスですね。デクラン・ライスになります。ライスもね、ロドリに負けず劣らず、もしくはそれを超えてくるようなカードになりましたね。特に大きく変わってるのは、ファンタジー FC からのドリブル能力っていうのがめちゃくちゃ高くなってますね。敏捷性バランスっていうのが多分10以上多分変わってるかな。敏捷性で言うと多分10以上は変わってるかなと思いますね。なんで、持ちやすくなったライスっていう風なことなんで、よりちょっと厳しい状況でも、そうですね、はたくことができるっていう風な力は持ってますね。軽い選手じゃないんで、どうしてもロドリみたいなタイプでちょっと重さが、あったりはするんですけど、ただそれがすごく改善されたっていう風な選手になってます。で、他はもう素晴らしいですね。ペースは92まで上がってはいますし、予測はね、プラスではないですけれども、インターセプトのプラス、ブロックのプラスついてますし、フィジカルも強くてね、守備能力もめちゃくちゃ高い選手になってます。で、パスももちろんうまいです。本当に強い選手になってますので、ライス好きな方は、ぜひね、使っていただきたい。そんな選手になってます。そして続いては、サラですね。サラ。サラバースデーはね、2バージョン来ていたんですけれども、5-5になることはなかったですね。逆足が4でスキルが5になってますね。で、ダイナミックイメージがバースデーとほぼ一緒という風な感じになりますね。理不尽な選手になります。当たり前ですけれども、やっぱサラエグいなって相手にすると思うことは多くなってくるんじゃないかなと思います。今週のプラスっていうのと、やっぱりカーブ値、ロングシュート値っていうのが非常に高くなってますので、理不尽なね、遠目からの今週っていうのを決められることはあると思いますね。またテクニカルのプラスもついてますので、遠目からの今週をケアすると、テクニカルのプラス、コントロールスプリントで運ばれると。で、またスキル5も使えるようになってますので、止められない選手にはなりますね。かつスキルを使わなくても普通に、それこそさっき言ったコントロールスプリントでもいいですし、ドリブルの軽さっていうのがあります。また速さっていうのもあります。で、速さに対応して体当てようとするけど、体も強いっていう風な選手になりますので、最強の右ウイングの選手ですね。そして続いてはサッカーですね。サッカーはですね、それこそサラーほどの攻撃性能ではないのかもしれないですけれども、その分この人はしっかり守備も、できますね。ちゃんとボールに足を出してくれる選手で、足もね、伸ばしてくれる選手になります。なので、スキル5ないので、3CM の一角とかは結構いいんじゃないかなというふうには思いますね。この人も今週のプラスついてますし、カーブ値、ロングシュート高いんで、なかなかありだなと思いますね。で、またですね、クロスのプラスもついてますので、そうですね、クロスもちゃんと上げれるっていう風な選手になります。で、普通、決めきることもね、できるので、アシスト役、また決定力っていうのもある選手になりますので、なかなか、そういう 3CM の一角でもいいし、単純にアタッカーとしてスキル4でも良ければ、使えるっていう風な選手になりますね。ほんと万能というか、この人も非常にいろんなことができるアタッカーの選手にはなりますので、総合力はしっかり高いですね。そして続いてはソン・フンミンですね。ソン・フンミン。ソン・フンミンに関しても、5-5に、なってほしかったんですけれども、スキルが4のままと。なんで変わってないかな、と思いますね。ただ、能力はえぐいですね。やっぱさすがソンという風な感じで、今週のプラスはやっぱり特にでかいかなと思いますね。この能力
とプレイサルプラスの理不尽さっていう風なところで得点が量産できるという風な選手になってますね。でシールドのプラスはあとはループシュートのプラス、もうこの2つは他の方が良かったかな。ラピッドのプラスとかクイックステップのプラスとかやったらより良かったかな。あとテクニカルも白でついてるんでテクニカルのプラスとかやったら良かったかな。本当もうちょっと伸びしろがあった選手にはなるんですけれども、理不尽な ST 選手になりますね。この人決定力が本当に高いですし、抜け出す速さっていうのもね、しっかりあります。でまたソン・フンミンはね、自分的にはまだモテる選手、身長の割にはモテる選手になりますんで、めちゃくちゃ強い ST 選手になります。この人もね、スキル4でも良ければ、てかスキル4でもちゃんと貢献できる選手になってますので、おすすめですね。そして続いてはパーマーですね。パーマスキル5逆足4になってます。特にスキル5がでかいですかね。あとテクニカルのプラスと今週のプラスなんかもついてますので、めちゃくちゃ強くなったな。今シーズンのね、パーマの活躍を象徴するようなカードになってますね。パス、めちゃくちゃうまいですし、ドリブルもですね、身長高いんですよ。190センチ弱ぐらいかな。189センチとかなんですけれども、全然モテる。で、あとは速いんで、でかくて速いっていう風な部類に入るのかもしれないですけれども、軽さ、細かさっていうのもありますんで、めちゃくちゃ厄介な選手になります。でインターアセプトの能力は低いですけれども、3C の一角とかでも自分は全然ありなんじゃないかなと思います。でこの人もやっぱり遠目からの今週っていうのも決めきれる選手になってますし、若干、もっとパーマを強くするんだったら冷静さがもうちょっとあればっていう風な感じですけど、ただ88、そんなに悪くはないので、そうですね、かなり、値段は高くなってるとは思いますけれども、その価値はある選手ですね。そして続いてはフォーデンですね。フィル・フォーデンになります。フォーデンもスキル5逆足4ですね。なんでスキル5になったフォーデンはもうえぐいですね。ドリブルもともとめっちゃ軽かった選手になるんで、それこそ Y メッシとかに並べる、ドリブルの軽さっていうのはあると思います。で今週のプラスこの人もついてますし、テクニカルのプラス、あと敵高なんかもついてますんで、このプレイスタイルプラス3つはそうですね、なかなかいいんじゃないかなというふうには思います。また決定力もかなり高くはなってますし、レースも91なんで、逆足4ですけど決めきれる力っていうのはあるのかなと思います。であとは4でもね、若干やっぱりフィジカルは弱いんですよ。そこ頑張ってくれっていう時はあるんですけど、ただガルナチョと比べてなんか意外と負けない力を持っていたりとか、なんかボディコントロールがそうですね、かなりいいのか、そこまで負けない力をガルナチョと比べては持ってはいますので、そんなにマイナス点ではなく、本当に最強のフォーデンが来たなという風な印象ですね。そして続いてはサリバですね。サリバは TOTS に選ばれて、逆足さんはね、ちょっと残念ではあるんですけれども、あとスタミナも数値ちょっと低いので、ね、残念ですけど、他は正直何も言うことがないぐらいですね。もちろん敏捷性バランス欲しいんですけど、ただ、そうですね、取り切る力っていうのがものすごくあって、ペースもね、しっかり速い選手で、予測のプラス、インターセのプラスなんかもついてますし、ブルーザもね、ついていて、あと意外にもラピッドなんかもついてますので、取った後なんか運んでいけるっていう力があるっていう風な選手になりますね。パスも普通にね、上手い選手にはなりますし、当たり前にトップメダのセンターバックの一人ですね。そして続いてはデブライネですね。デブライネ今作はですね、特別賞での登場という風なことになりましたね。Y とどっちやっていう風な感じですよね。そんなに正直変わらないと思うんですけど、Y と違うのは今週のプラスじゃなくなってるというか、今週がそもそもなくなってる、ついてないっていう風な選手になりますんで、今週を打ちたいって方は正直 Y のデブライネだと思いますね。能力はね、OVR は一緒なんですけど、細かいところがちょっと違うかったりとか、守備がこっちの方ができたりとかするので、能力を見るとこっちなんかなって思ったりするんですけど、今週を打ちたい、飛び道具として持っておきたいって方は Y になるのかなと思います。あとね、プレイサルプラスがね、ちょっと残念なんですよね。パス面なんですよ、全部。でもちろんいいんですよ。もちろん全然いいんだけど、そんなにプレイサルプラスがいらないんですよね、デブに関しては。プレイサルプラスに頼る必要がないほどパス能力がエグいので、
ここが正直3つ全部パスっていうのは、そうですね、残念やったかなと思います。ただ、残念なところがありながらも、いいところっていうのがすごくね、あるのがデブラインになりますし、決定力すごく高い。で、フィジカルだったりとか、守備能力も大きく上がってはいますので、十分ですね、3CM の一角最強角になりますね。そして続いてはルイス・ディアスですね。個人的には来てほしかった選手になりますので、めちゃくちゃ嬉しいですね。あとはかなり強化をされてます。スキル5になってますので、めちゃくちゃ強い選手になりましたね。クイックステップのプラス、またテクニカルのプラスなんかもついてますし、もともとペースは99あるという風な選手になりますね。またレーサーも94まで上がっていて、ドリブルも軽くですね、決定力もあると。で、またパスも普通に出せるっていう風な選手で、フィジカルもちょっとあって、スタミナも99という風な選手になりますんで、めちゃくちゃいいかなと思いますね。ラピッドもついてますし、今週なんかもついてますし、そうですね、アタッカーとして、左ウイングとして最強レベルな選手にはなるかと思います。そして続いてはハーランドですね。ハーランドも Y の能力とそこまで変わらない。OVR は一緒ですかね。になりますね。ただ、プレイサルプラスでラピッドのプラスが新しくついてますね。これはでかくて速いのトップに多分君臨するんじゃないかなと思いますね。むっちゃ速いっていう風な。で、Y でも正直速いですね。走ってるだけで抜けるっていう風な選手なんで、そっからプレイサルプラスの恩恵を受けて、この S のハーランドの方がより速くなれるという風なことですね。もちろん決定力に関しては安心して決めきることができるという風な選手で、ペースももともと97あって、フィジカルの理不尽さもあって、空中戦も強くってっていう風な選手なんで、で、また軽さっていうのも若干こう、なんていうんですかね、この身長の割には全然持てるほどに強化をされてますので、スキル5ではなかったですけれども、そうですね、今作のプレミア TOTS の一番の大当たりかなと思います。そして続いてはファンダイクですね。ファンダイクも、これはもうえぐいよ。マジで。逆足さはね、ちょっとこの人も残念ではあるんですけれども、ロングパスのプラスと、あとはパス面の、能力の高さっていうのがあるんで、逆足でね、ロングパスとか出しても、そこまでずれる可能性は、低くなったのかなと思います。で、予測のプラス、ついてますし、ジョッキのプラスなんかもついてます。ブロック、インターセプト、ブルーザー、あとエアリアル、パワーヘッダーなんかもついてますので、本当に最強な大工ですね。正直 Y でも十分だと思います。今の現環境というかもう最後まで Y のカードでもいけると思うんで、そっからよりそのなんていうんですかね、完璧を求めたい方はこの S 大工を手に入れてみてもいいのかなというふうには思います。正直 Y でもね、最強の選手が強化されたらもう当たり前最強になりますし、ペースは92までね、この S のカードはいってますので、正直この人使ってたら失点率っていうのはぐっと減る、そんな選手になってます。こちらがですね、プレミア TOTS のティアリストになってます。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。